皆さんこんにちは、レンです。今日は日本語の使い方に関してお話をしていきます。日本語は主語を言わない方が自然にナチュラルに聞こえます。これはどういうことかというと、別の動画でもお話をしましたが、私はご飯を食べます。私は嬉しいです。私は悲しいです。とか、私はという主語を言わないです。これは日本人は自分の意見を直接的に言わないと考えられていますが、私は私はというのをあまり強く言い過ぎると、自分の意見を主張しすぎているような感覚に感じられるという日本人の特徴が出ているかもしれませんね。それと同じように、あなたはという言葉も言わないです。実は言わないです。これはどういうことかというと、例えばあなたは元気ですか？ How are you? とか、あなたはご飯を食べましたか？ Did you eat breakfast? とか、あなたはどこに行きますか？ Did you go? Where did you go? とか、英語だとあなた You という言葉を必ず言うと思います。でも日本語はあなたという言葉はほとんど使わないです。これはなぜかというと、私たち日本人があなたと言われたら、なんだろうな、ちょっと距離を感じる。あなたはどうですか？あなたはご飯食べたの？あなたはどこに行くの？って言われると、距離がある関係性のように感じます。もちろん知らない人でもあなたという言葉はあまり実は使わないです。そう、あなたという言葉自体日本人はあまり使わないです。じゃあその代わりに何というのかというと、お名前を基本的には呼びます。例えば、レンちゃんどこ行くの？とか、なんとかさん何食べたの？っていうふうに、お名前を呼んで聞きます。で、お名前がわからない、名前を知らないぐらいの関係性の場合でも、2人で話していたらあなたのこと話しているっていうふうに分かるので、わざわざあなたは何食べたんですか？あなたはどこに行くんですか？言わないです。主語をスキップをして、どこに行くんですか？何を食べたんですか？というふうに使います。あなたという言葉を言われると、日本人としてどう感じるかというと、なんかね、ちょっとこれは言葉ではとっても説明しにくいんですけど、少し距離がある関係のようにすごく感じてしまうので、あなたという言葉はめったに使わないです。なのでそのまま訳すと、あなたっていう言葉になることも言わないで、どこに行くの？何を食べたの？というふうにぜひ聞いてみてください。そしてもう一つ皆さんにお伝えしたいのは、例えば I like you とか I love you とか、恋愛に使える言葉ありますよね。 I like you そのまま訳すと、私はあなたが好きです。 I love you 私はあなたを愛しています。でもこれ日本人に言うと全然ナチュラルじゃないので、自然じゃないので気をつけてください。もし I like you と言いたい場合は、好きだよ、好きです、これで十分です。私は主語 I、 あなたをオブジェクト、言わないです。私はあなたが好きです、言わないです。好きだよ、好きですというふうに、好きという言葉だけ伝えれば大丈夫。とってもナチュラルです。そして I love you、 これも直訳すると、私はあなたを愛しています。でもこの言葉日本人は言わないです。これも I love you、 love 訳すと愛していますという日本語になりますが、日本人に愛していますという言葉の表現はちょっと重いです。私たちは何て言うかというと、大好きだよ
という言葉をよく使います。 I love you 大好きだよ。私はあなたが大好きです。でも主語と目的語あなたは言わないので、大好きだよ、大好きです。これで十分伝わりますし、この方が自然な日本語です。もし誰かに自分の気持ち伝えたいときは、ぜひ好きだよ、大好きだよ、そんな風に言ってみてください。そしてあなたは言わない方がナチュラルなので、あなたはという言葉の代わりにお名前を呼んだり、2人で話している時であればあなたという主語をスキップしても分かりますので、ご飯食べた？ご飯食べましたか？どこに行くんですか？どこに行きましたか？そんな風に主語をスキップして話してみてください。もっと自然な日本語として伝わると思います。今日はこの動画最後まで見てくださってありがとうございます。少しでも日本語の勉強の役に立てば嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。